皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。今日も美味しいコーヒーが入りましたよ。リスナーの皆さんこんにちは。常連客の拓也です。うさぎ店長、今日もよろしくお願いします。コーヒーとてもいい香りですね。拓也さん、よろしくお願いします。さて、今日のテーマは片付けです。リスナーの皆さんの中にも日本語の勉強は頑張っているけれど、お部屋の片付けはちょっと苦手という人がいるかもしれませんね。はい、実は私もその一人です。仕事が忙しいと言い訳をして、いつも部屋が散らかってしまいます。休みの日にまとめてやろうと思うんですが、なかなかできなくて。そうなんですね。徳也さんのような悩みを持っている方はとても多いと思います。まずはすぐにできる片付け術を3つ紹介しますね。難しいテクニックは使いませんから安心してください。とても楽しみです。今日はしっかりメモを取りながら聞きます。はい。ではまず1つ目は15分タイマー法です。15分タイマー法ですか。スマートフォンなどで時間を計るんですか？はい、そうです。タイマーを15分間にセットして、その時間だけ絶対に他のことをしないで片付けに集中します。たった15分だけでいいんですか？もっと長く何時間もやった方が部屋がきれいになる気がしますが。実はそこが一番大切なポイントなんです。部屋全体を1日できれいにしようと思うと面倒くさくなって始めるのが嫌になりますよね。これを心理的なハードルと言います。始める前の心の壁ということですね。すごくよくわかります。今から2時間片付けをしなきゃと思うと、ついソファーに座ってスマートフォンを見てしまいます。そうですよね。ですからたった15分だけで終わると決めることで片付けを始めやすくなるんです。15分経ってアラームが鳴ったら、もし片付けの途中でもそこでやめてしまって大丈夫です。なるほど。それなら仕事から疲れて帰ってきた日の夜でも15分だけなら頑張ろうと思えそうです。はい、ぜひ試してみてください。次に2つ目の方法は3つの箱仕分け法です。仕分けというのは種類によってグループに分けるという意味ですね。はい、その通りです。片付けを始める前に段ボール箱や紙袋などを3つ用意します。そしてそれぞれの箱に残す、捨てる、そして迷うという名前のメモを貼ります。残すと捨てるは分かりますが、迷うという箱も作るんですか？それはどうしてですか？片付けをしていて一番時間がかかるのは、これを捨てるかどうか悩む時間だからです。物を手に取って5秒以内に直感でどの箱に入れるか決めてください。5秒？それはとても短いですね。ええ、例えば1年以上着ていない服やいつ使うかわからない書類が出てきたとします。すぐに捨てると決められないものは立ち止まって考えずに全部迷うの箱に入れてしまいます。迷うイコール保留にするということです。保留とは今すぐ決定しないで後で決めるという意味の言葉です。それは素晴らしいアイデアですね。私はいつも古い雑誌や服を見つけて、いつか読むかもしれない、いつか着るかもしれないとは悩んでしまって、結局片付けがストップしてしまうんです。そういう経験誰にでもありますよね。迷うの箱に入れたものはすぐに捨てなくていいので心が楽になります。そして1ヶ月後や半年後など時間を置いてからもう一度見てみてください。その時にはやっぱりこれは使わないなと冷静に判断できるようになっていることが多いんですよ。なるほど。悩む時間をなくせば、片付けのスピードがすごく速くなりそうです。15分タイマーと一緒に使えば、あっという間に仕分けができそうですね。はい、とてもいい組み合わせだと思いますよ。では最後の3つ目は平面に物を置かないルールです。平面、つまり平らな場所のことですね。例えば机の上とかですか？はい、その通りです。机の上、ご飯を食べるダイニングテーブルの上、そして床のことです。今とても痛いところを突かれました。私の部屋のテーブルの上にはいつも郵便物や家の鍵、飲みかけのペットボトルなどが置いてあります。床にもカバンを置きっぱなしにしています。実は部屋に入った時、人間の目は無意識に平らな場所に注目するようになっています。ですから
テーブルの上や床に物が出しっぱなしになっていると、それだけで部屋全体がとても散らかっているように見えてしまうんです。本当ですか？じゃあ引き出しの中やクローゼットの中が少し散らかっていても。はい、極端に言えば、見えない収納の中が多少散らかっていても、見える平面に物がなければ、部屋全体はとてもすっきりしてきれいに見えるんです。なるほど。全部を完璧にしなくても、まずは見える平らな場所をきれいにするだけでいいんですね。それなら私にもできそうです。ええ、家に帰ったらまずはテーブルの上にあるものを本来の場所にしまう。それだけで部屋の景色がガラッと変わりますよ。視界、つまり目に見える場所がきれいになると、頭の中もすっきりしてリラックスできるようになります。早く家に帰って片付けをしたくなりました。まずは15分タイマーをセットして、テーブルの上のものを3つの箱で仕分けしてみたいと思います。拓也さん、素晴らしい意気込みですね。リスナーの皆さんもぜひ今日紹介した3つの方法からできそうなものを1つ試してみてくださいね。さて次は片付けがもたらす嬉しい効果についてお話しします。嬉しい効果ですか。部屋がきれいになる以外にもいいことがあるんですね。とても気になります。はい。まず1つ目の効果は精神的なリフレッシュとストレス軽減です。軽減というのは減る、軽くなるという意味ですよね。片付けをするとストレスが減るんですか？その通りです。実は散らかっている部屋にいるだけで人間の脳は無意識のうちに疲れてしまうんです。何もしていなくても疲れてしまうんですか？どうしてでしょ目から入ってくる情報量が多いからです。情報量というのは目で見えるものの数や種類のことですね。テーブルの上に読みかけの雑誌、飲みかけのコップ、ボールペン、仕事の書類などがバラバラに置いてあると、脳は、雑誌がある、コップを片付けなきゃ、仕事をしなきゃ、とずっと働き続けてしまいます。なるほど。確かに散らかっている部屋にいるとなんとなく落ち着かない気分になります。それは目から入る情報が多すぎて脳がリラックスできていなかったからなんですね。はい。ですから物を片付けて視界、つまり目に見える範囲をすっきりさせることで脳の疲れが取れて心がとても落ち着くんです。これが一つ目の効果です。なるほど。では二つ目の効果をお話ししますね。二つ目は時間の節約です。時間の節約ですか。節約は無駄に使わないという意味ですね。でも片付けをするには時間がかかりますよね。どうして時間の節約になるんですか？拓也さんは出かける直前になって、あれ？家の鍵がない。スマートフォンはどこに置いたっけ？と探し物をした経験はありませんか？はい、よくあります。広い時は探し物だけで10分くらい過ぎてしまって、電車に遅れそうになることもあります。そうですよね。人が一生のうちに探し物をしている時間を計算すると、なんと数ヶ月分にもなると言われているんですよ。数ヶ月もですか？それはものすごくもったいないですね。はい。片付けをして物の定位置を決めておけば、この探し物をする時間がゼロになります。定位置というのは、鍵は必ずこの箱に入れる、本は必ずこの棚に戻すという決まった場所のことです。定位置。確かに使った後すぐに元の場所に戻せば探す必要はありませんね。そうなんです。朝の忙しい時間帯に探し物をしなくなれば心にも余裕ができますし、その時間をコーヒーを飲んだり本を読んだりする時間に使えます。日々の生活がとてもスムーズになるんですよ。毎日の5分10分の探し物がなくなるだけで1ヶ月1年と考えたらものすごい時間の節約になりますね。私も鍵の定位置を作ります。ぜひそうしてくださいね。では最後になります。3つ目の効果は経済的なメリットです。経済的なメリット、つまりお金についての良いことですね。片付けをするとお金が貯まるんですか？はい。結果的にお金が貯まりやすくなりますよ。なぜかというと無駄遣いが減るからです。無駄遣いとは必要がないのにお金を使ってしまうことです。どうして無駄遣いが減るんでしょうか？部屋が散らかっていると自分が今何をどれくらい持っているかがわからなくなってしまいます。拓也さんは買い物に行った時に家にシャンプーの予備まだあったかな、心配だから買っておこうと思って買って帰ったら
洗面台の奥から新しいシャンプーが出てきたなんてことはありませんか？シャンプーどころか同じような白い T シャツを何枚も買ってしまうことがあります。家に帰ってクローゼットを開くと、あ、これと全く同じ服を持っていたと後悔するんです。それは二重買いといって、同じものを何度も買ってしまうことです。片付けをして自分の持っているものをしっかり把握できるようになれば、この二重買いがなくなります。把握するというのは、状況を正しく理解するという意味です。なるほど。このサイズの電池はまだ3つあるから買わなくていい。似たような黒い靴を持っているから新しいのはいらないと、お店で冷静に判断できるようになるんですね。その通りです。自分が本当に好きなもの、本当に必要なものだけを選んで買えるようになるので、結果的にお金の無駄遣いがなくなり、経済的な余裕につながっていくんです。確かにストレスが減って時間も節約できて、さらにお金まで無駄にならなくなるなんて、片付けって本当に素晴らしいですね。面倒くさいなんて言っている場合じゃありませんね。そうですね。片付けはただ部屋をきれいにするだけではなくて、自分の生活全体を整えることなんです。今日のお話を聞いて、もっと片付けに対するやる気が出てきました。帰ったらクローゼットの中の服を全部チェックして、自分が何を持っているのか把握したいと思います。素晴らしい心がけです。では最後に少し視点を変えて、日本人の片付けの習慣と文化についてお話しします。習慣といえば、よく日本人は断捨離という言葉を使いますよね。はい。では早速その断捨離からお話ししましょうか。拓也さんは断捨離という言葉をどういう意味だと思っていますか？いらないものをとにかく全部捨てることですか？そう思っている方も多いですよね。確かに捨てることも大切ですが、実はそれだけではないんです。断捨離はもともとヨガの考え方から生まれた言葉なんですよ。ヨガですか？体を伸ばしたり呼吸を整えたりするヨガですか？片付けと全然関係ないように思いますが。意外ですよね。ヨガには断行、捨行、離行という3つの修行の考え方があります。これを片付けに応用したのが断捨離です。漢字の意味を一つずつ説明しますね。はい、お願いします。まず断は立つ、つまり入ってくるいらないものを断るという意味です。無駄なものを買わない、もらわないということですね。なるほど。私が同じ服を買わないように気をつけるのも断ですね。そうですね。次に捨は捨てる。これは今家にあるずっと使っていないものを捨てることです。ここで捨てるが出てくるんですね。では最後の離は何ですか？離は離れるという意味です。これは物そのものではなく、物への執着から離れるという意味なんです。執着、少し難しい言葉ですね。どういう意味ですか？どうしてもこれが欲しい、絶対に手放したくないという強すぎる気持ちのことです。いつか使うかもしれないから捨てられないというのも物への執着ですね。断捨離の本当の目的は、ただ物を捨てることではなく、この執着から離れて心を軽くすることなんです。深いですね。単なるお掃除のテクニックじゃなくて、心の持ち方の話だったんですね。今の自分にとって本当に必要なものは何かを見つめ直すための考え方なんですね。はい、拓也さんの言う通りです。では次に、日本特有の文化と言われている学校の掃除の時間についてお話しします。学校の掃除の時間ですか。放課後などに生徒みんなで教室を掃除する時間のことですよね。私も子供の頃、ほうきで床を掃いたり雑巾で机を拭いたりしました。実は生徒自身に学校の掃除をさせる国は世界的に見ると珍しいんですよ。多くの国では掃除を専門にするスタッフの人が清掃を行います。そうなんですか。自分たちで教室やトイレを掃除するのは当たり前のことだと思っていました。どうして日本の学校では生徒が掃除をするんでしょうか。それは掃除が教育の一部だと考えられているからです。自分たちが使う場所は自分たちできれいにするという経験を通して公共心を育てることが目的です。公共心というのは
みんなが使うものを大切にしようという気持ちのことです。なるほど。確かに自分で掃除しないといけないと思うと、教室を汚さないように気をつけますよね。そうですね。それにクラスのみんなで協力して掃除をすることでチームワークも生まれます。そして何より当事者意識を育てるのにとても役立っているんです。当事者意識ですか？それは自分に関係があることだと考える気持ちのことですよね。はい、その通りです。誰かがやってくれるだろうではなく、自分がやらなきゃいけないんだと思う気持ちですね。子供の頃からこの習慣が身についているからこそ、大人になっても自分が使った場所をきれいに保とうとする日本人が多いのかもしれません。世界のスポーツの大会などで、日本人の観客が試合の後にスタジアムのゴミ拾いをして帰るというニュースをよく見ます。あれも子供の頃の掃除の時間が関係しているのかもしれませんね。きっとつながっていると思いますよ。片付けや掃除はただ部屋をきれいにする作業ではなく、心を整え、周りの人や物に感謝するという日本人のとても美しい文化の一つなんですよ。片付けの話をいろいろ聞きましたが、本当に勉強になりました。具体的な片付けのテクニックから始まって、最後は心や文化の話まで。今日家に帰ったら部屋の空気を入れ替えて、部屋全体をきれいにしてみようと思います。拓也さん、素晴らしい心がけです。無理をせず自分のペースで心地よい空間を作ってくださいね。リスナーの皆さんもぜひ今日の話を参考にして、ご自分の身の回りを少しだけきれいにしてみてはいかがでしょうか。私もまずは自分のデスク周りから片付けてみます。はい、応援していますよ。それでは今日もうさぎちゃんの日本語カフェでお過ごしいただきありがとうございました。さようなら。